どんだけ広角になるかというと、グイーン、カメラ部分、チタンとアルミで全然高級感は違います。10ぐらいしか変わんないじゃん。綺麗じゃん。どうもこんにちは、まみよしです。ついに届きました iPhone 17 Pro と iPhone Air。今回の動画はこちらの iPhone 17 Pro。開封して性能はどうなのか、新しいカメラはどうなってるのかレビューしていきます。ということで早速やっていきましょう。iPhone 17 Pro シルバー開けます。ペリペリ iPhone 17 Pro オープン。今日からのメイン機。いきなり見える感じだ。 iPhone 17 Pro。いいんじゃない？ここの丸みがね、若干やぼったい感じはあんのかな。でも普通にかっこいいけどね。ちょっと待って、これ分厚さがさ、エアーと比べるとすごいね。これが USB-C ケーブルに SIM カードは必要ありませんの紙で以上。付属品はシンプル。そしてこちらが iPhone 17 Pro です。いやー、どうですか？カメラ部分、ここはアルミです。ここはガラスです。セラミックシールド、リンゴマーク、じゃじゃーん。やっぱね、側面はちょっと無印っぽくなったよね。そこはね、ちょっと残念ではある。上に 5G のミリ波のアンテナがあります。で、側面で背面。気になる重さは 207g。iPhone 13 Pro のケースを外してフィルム付きでちょっとチェック。 215g。iPhone 13 Pro より軽いぐらいか、ちょっと。そしたら iPhone 16 Pro と iPhone 17 Pro の外観の方を比較していきましょう。どっちがかっこいいかって言われたら、どうだろうな。なんか iPhone 16 Pro の方がおしゃれな感じはあるな。17 Pro はちょっと強そう。武骨な感じがありますね。で、カメラパンプに関しては意外と17 Pro の方が縦が短い。そうでもないか。でもなんかこっちは縦長に見えますね、カメラパンプが。意外とこっちの方がなんかバランスいいような気がしなくもないな、こうやって見ると。で、側面に関しては電源ボタン、カメラコントロールの位置とかは特に変わらず、カメラの出っ張りに関しても全く同じですね。左側面に関しても基本的に位置は一緒。ただこの側面の素材感っていうのがこのチタンとアルミで全然高級感は違いますね。やっぱチタンの方が高級感あります。で、上側 iPhone 17 Pro はこのミリ波のアンテナがあるんですけども、日本では使えません。で、あとね、この下の底面がね、ちょっと変わっていて、iPhone 16 Pro はこちら3つだったのに対して今回両方とも5つになりました。で、マイク性能がもしかしたら上がってるかもしれません。ちなみにこっちがマイクでこっちがスピーカー。マイク、スピーカーです。で、なんか気圧計とかも確か搭載されてた気がします。で、前面に関してはベゼルとかは特に変わらないかな。ベゼルとかは一緒ですね。みんなどっちのデザイン好きかコメントで教えてください。個人的には結構慣れてきて17 Pro もいいなって思ってきました。そうしたらこの iPhone 17 Pro にケースとフィルムつけていきます。まずフィルムはニマソのバリラクローラー。このガラスフィルム貼り付けた後にここについてるローラーを転がして気泡を抜くっていうユニークな貼り付け方が特徴。実際に貼ってみます。まずは画面をきれいにしましょう。アルコールウェットで拭きます。で、2番のクリーニングクロスで拭きます。で、これをはめて、ホコリがついてたらホコリ取りシートを使う。はめて、これを結構引っ張りながらパチッとはめて、これで準備は OK。さあ、奇跡の瞬間。シュッで、これでローラーをスイーンで、このローラーを戻します。真ん中に2点。ホコリはなさそうだ。ホコリは入ってなさそうだ。めっちゃ綺麗じゃない？すごい。ホコリ全然入ってないわ。ホコリはゼロだね。バリラクローラーめっちゃ綺麗に貼れた。なかなか良さげです。で、とりあえずこれでカメラカバーつけてこう。今回さ、ここアルミになってて、ここにさガツンって当たった場合へこんじゃうかなと思って、ここを守るフィルムはいいかなと思ってる。カメラフィルム貼っていきます。アルミタイプだ。今回ね、アルミタイプの方がいいだろうなって思ってて、ガラスだとさ、ここ当たったら多分割れるから全部一体型になってる。これを剥がして、でこれでもうここのアルミの部分に例えばカッターでバン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 ってやっても大丈夫と。やべ、さすがにカッターでボンボンってやるとこうやって傷つくけどしっかりと守ってくれるという感じです。で、アルミのレンズカバー外してガラスタイプのレンズフィルムつけてみました。見た目で言うとやっぱりアルミタイプのカメラフィルムの方がかっこよくておすすめかな。そしたらケース紹介していきます。まず1つ目が黒バネシリーズのマグセーフ対応のこちらブルーのカラーですね。ディープブレーの iPhone におすすめ。ブルー以外にもブラックとグレーがあります。カメラのフィルムよりも若干上に浮き出てるので、ニマソのカメラレンズフィルムと合わせて使うのがおすすめですね。このフィルムをつければこんな感じでアルミ部分も傷つきません。で、マグセーフに関してはこんな感じで結構強力になっています。で、これ質感に関しては細かいデコボコがある TPU 系の素材で汗とかかいてもしっかりとグリップできるような感じの手触りになっています。デザインもマグセーフとあとはニマソのロゴだけでかなりシンプルで、カメラコントロールもしっかりと保護されてるタイプ。ストラップホールは左側にあります。それぞれのボタンも押しやすいですね。ザ・シンプルなマグセーフケースっていう感じで、この TPU ケースに関しては落とした時の対衝撃性能も高いので
でよく落とすとかそういった人にもおすすめです。で、背面はマット素材になってるので、アップルのロゴっていうのも薄めな感じで下にずれてるのが違和感っていうのもあんまり感じないですね。こちらが黒バネのブルー。続いてこれが黒バネの360度回転スタンド。このラッチに関してもかなりしっかりしていて、自分の好きな角度で調整することができます。もちろんこんな感じで縦横自分の好きな角度で調整するスタンドとしても使用することができるし、マグセーフアクセサリーもしっかり対応しています。で、側面に関してはこんな感じのスリットが入っていて、こちらが滑り止めになっています。カメラコントロールボタンはもちろん搭載していて、さっきのやつよりは若干分厚めかなっていう感じはします。で、しっかりとマグセーフ充電もできるし、こちらケースの内側にエアクッションが搭載されているので、しっかりと iPhone を衝撃から守ることができます。続いて今回一番個人的におすすめなのが黒バネシリーズの360度回転スタンド横縦両立指紋防止タイプになります。こちらもスリットが入ったりして、さっきのケースと基本的な仕様は一緒なんですけども、こちらリングの部分が違っていて、360度だと横向きにするときにこうやって90度回転するのがちょっと大変だったり、音がカチカチ鳴ったりするんですけども、こちらはかなり静かに回すことができるのと、90度おきに止まる仕様になっているので、すぐに合わせやすいっていうメリットがあります。これももちろん縦横好きな角度でスタンドとして使用することができます。結構このマグセーフリングのところが回るものって、こっちの銀色の部分から外すときは全然問題ないんですけども、逆側こっちから外そうとするとこのリングが起き上がっちゃうっていうことが起きるんですけども、これはそういった心配がないので、それがちょっと不便だなって思う方はこっちの方が使いやすいと思います。これなかなかいいですね。で、あとこれの個人的推しポイントとしては、ここにリンゴマークがあるんですけども、ちょうどこの金具の部分でリンゴの部分が隠れてるので、リンゴの位置がちょっとずれてて気持ち悪いなって思う人はこっちの方がリンゴが目立たなくていいかなっていう感じで思います。今回紹介したのはこんな感じですね。定番のシンプルマグセーフケース、360度回転のリング付きケース、90度ごとに止まる、縦でも横でも使える指紋防止のケース。こちら好きなものを選んでみてください。全部概要欄にリンク貼っておきます。個人的にはこれが結構好きですね。で、あと今その公式 X で iPhone 17 Pro が当たるキャンペーンやってるらしいので、そちらのリンクも概要欄に載せておきます。そしたら iPhone 16 Pro と iPhone 17 Pro で性能の方を比較していきましょう。まずはアンツツベンチマーク。マイデバイスを見ていくと、メモリは 8GB と 12GB になっています。コア数とかは一緒で A18 Pro チップと A19 Pro チップっていう感じ。ベンチマークスタート。結果がこちら iPhone 16 Pro 180万点、iPhone 17 Pro 225万点、40万点アップ。20% ぐらいアップしてますね。GPU 性能がかなり上がってる感じ。メモリも上がってるね。GPU メモリが結構大きく上がってる感じがします。で、発熱に関しては16 Pro 結構熱い、17 Pro 一緒ぐらいか。触った感じだと特に差はないです。温度に関しては後で 3D マークで出すんで、続いてはギークベンチでチェックしていきましょう。 CPU の使用波数は 4.04GHz から 4.25GHz、 クロック数アップしてますね。で、メモリも増えてる感じで、文字の大きさは iPhone の設定です。冷やしたので、続いては CPU ベンチマークスタート。結果がこちら。シングルコアがだいたい1割アップ、マルチコアが1割ちょいアップっていう感じです。続いて GPU ベンチマークもスタート。 GPU めちゃめちゃ変わってて 32,800 と 45,800 円、25% ぐらい上がってるのかな。かなり GPU スコアが上がってるので、ゲーム性能とかかなり高くなっています。続いてはニューラルエンジン AI 性能の方をチェックしていきます。ニューラルエンジンのスコアに関しては思ったほど上がってないですね。シングルが1割アップ、ハーフ1割いかないぐらいで、クワンタイズのも1割上がらないぐらい。そこまで AI 性能に関しては大差ないです。GPU でも測ってみます。GPU だと全然違いますね。GPU 性能によって差が出るっていう感じ。ニューラルエンジンに関してはほぼほぼ差はないっていう感じでした。そうしたらみんな大好きゲーム性能を 3D マークで検証していきます。今回使用するのはワイルドライフエクストリーム。4K のゲームっていう感じですね。画質をかなり上げた状態。これで両方テストしていきます。まずは1回回してどのぐらい性能に下がるのかチェック。33と38ぐらいか。でもこっち結構下がってるな。結構違いあるね。で、これ FPS10 ぐらいしか変わんないじゃんって思う人結構多いと思うんですけども、 FPS の値じゃなくてパーセンテージで見てください。例えば今こちら20でこっちが30だったんですけども、そういった場合は 1.5 倍の FPS が出るっていう感じです。なのでこっちで60フレーム出てたものは iPhone 17 Pro で 90fps 出るみたいな単純計算、そんな感じになります。16と22なので結構上がってますね。結果がこちら。スコアは3937と5152、平均 FPS は 23.6 と 30.8 なので約 1.3 倍の FPS になっています。ゲーム性能は 30% 上がってる感じ。そうしたらこちらのワイルドライフエクストリームストレステスト
今のベンチマークを20回繰り返すので、発熱とかがどうなるのか、あとは画面が暗くなるのかとか、そういったのもチェックすることができます。明るさ 50%。よし。じゃあこれでスタート。これ結構25と30ぐらいなので、iPhone 16 Pro と iPhone 17 Pro、20% は確実に違いますね、ゲーム性能。で、さっきの結果だと 30% になってたんで、今回の進化かなりでかい気がします。今5ループ目なんですけども、この時点では画面の明るさは特に変わらないですね。FPS も20と27ぐらいかな。ってことで 40%。排熱性能めっちゃ上がってるかも。これは楽しみ。ということで10周目になりました。17、21ぐらいか ?3 割ぐらいかな。まあ今んところ熱はどっちも大丈夫そうですね。特に両方とも暗くなったりしてないし、性能の低下もそんなに2つ変わるっていう感じではないです。今20周目なんですけども、結局17と23ぐらいなので、やっぱ 30% ちょい iPhone 17 Pro の方が性能高いっていう感じですね。まあただこれ両方ともね、熱で画面暗くなったりしてないので、ちょっと今回の動画ではこんな感じで、次ね、原神を使って 120fps で両方とも動かして、どのぐらい差があるのかっていうのもちょっとやっていこうかなと思ってます。ということで 3D マーク終わりました。まず暑さね。iPhone 16 Pro。結構暑い。めっちゃ暑いっていう感じではないな。iPhone 17 Pro。なんか17 Pro の方がちょっと暑い気がする。側面。あれか、熱伝導性がアルミの方が高いから、側面とか熱くなりがちですね。iPhone 16 Pro は中に熱が溜まってるけど、17 Pro はこのアルミ全体にしっかりと熱を逃がしてあげてるっていう、そういう感じだと思います。で、気になる結果は、ベストループスコア3894と5307。一番少ないのが2556と3299。で、このスタビリティっていうのは安定性で、これが高ければ高いほど安定性が高いっていう感じ。iPhone 16 Pro が 65.6 で、17 Pro 62.2 ですね。ただ16 Pro は17回目ぐらいでガクンと落ちてるのに対して、17 Pro はなだらかに落ちてってる感じです。これ結構差がありますね。で、バッテリーに関しては、両方とも 10% 減ってて、フレームレートは10から35と14から43。最低 FPS は 40% アップ。最高 FPS が 20% ぐらいアップっていう感じでした。この辺のゲーム性能に関しては単体で徹底比較する動画出したので、チャンネル登録してお待ちください。そうしたらカメラを検証しますかね。まずね、これが今までのインカメの画角。で、ここから今回どんだけ広角になるかというと、グイーン。やばくないこれ。めっちゃ広角になるんだよ、これ。で、そして、今はこう縦長で撮ってるけど、こちらのボタンを押すことによって横向きでいけます。しかも、こちらも超広角。わかるこの違い。普通の超広角。全然違うの、これ。切り替えできます。で、これ、こちらにボタンがありまして、ここを押すと、自動ズーム、そして自動回転っていうのがあって、これ自動ズームを押すと人が入ってきた時に勝手にこの普通のやつから超広角になってくれたりするのと、この自動回転に関してはこの回転をしてくれるってやつ。これね結構すごかったよ。ただこれビデオに関してはこれの縦横の切り替えはできる。ただ画角はね1個しかないね。これ画角は 16E と比較します。動画変わんないんだ。画質もあんま変わんない。ビデオだとこの縦横が切り替えるだけだ。なのでそこは注意してください。まあでもこの縦でこうやって持ちながらさ、こう横向きの映像が撮れるのはいいよね。写真の進化の方がでかいって感じ。ブラックマジックカメラをインストールします。サポート for iPhone 17、プロレズロー、Apple Log 2。おー、すごい見て。プロレズローが撮れます。これ内蔵ストレージじゃ撮影できないの？撮影ポチ。ダメなんだ。内蔵じゃ撮れないの？これ、見て見て。このスペース、Apple Log と Apple Log 2、両方選べんのこれ。そしたら、このブラックマジックカメラを使って、ちょっと映像を比較してみますか。これが iPhone 15 Pro。でもこれでも綺麗だよね、普通に。15 Pro です。さあ、ここから iPhone 17 Pro に変更したい。これが17 Pro の画質だ。どうですか？ちなみにこれ Apple Log 2、1にしてみる。これが Apple Log 2です。これが1です。どうですか？ 1、2、1、2。全然わからん？ラットのあれが違うのか。これが今 iPhone 17 Pro ね。ここからまた15 Pro に戻すんで、その画質の違い見てみてください。いきまーす。なんか、こっちの方が見やすい気がすんな。場所かな？置く場所の違いか？ iPhone 15 Pro 綺麗じゃん。15の方が感触だからか。なるほど。ホワイトバランスはね、両方オートにしてる。フルオートにしました。これでもうすべてオート。勝手に iPhone がやってくれる画質です。これが Apple Log 1、iPhone 15 Pro です。これ両方ともオートなんだよ。こんぐらいで一緒か？わからんね。ちょっとカメラ検証はまた外でやる予定なんで、室内だとそんな変わんないね。この解像感とか、この毛の感じとかどう？後で見てみます。そしたら、ちょっと4倍いきましょう。4倍。1倍、2倍です。4倍。8倍。なかなかいいんじゃない？ 1 倍から8倍。結構ズームできるよね。近くのも意外といける？ここが 24mm で4倍。
お、いけるね。8倍。今使ってるマイクアームの箱。これ4倍です。8倍。8倍はやっぱ真ん中切り出してるから改造感は4倍の方がいいか。これ 200mm です。ビルです。ちょっと暗いね、なんか。お、どう雲の感じとか。で、さらにデジタルズーム。最大24倍。ちょっともやーっとしてるか。これログ切ってみる、一回。これが標準。あ、めっちゃくっきり。これが200。おー、綺麗じゃん。ログじゃない普通のやつ綺麗だね。いいね、写り。これキャプボで8ビットになってるから若干こう、バンディングあるけど、なかなか綺麗じゃない？これ 200mm よ、200mm。8倍だからね。で、これが4倍。おー、いいじゃん。アップルログ2にして、ダットを、こっちの方が柔らかい感じあるよね。これがフロントカメラで撮ってます。綺麗じゃない？インカメ綺麗な気がする。全然これでも良くない YouTube。で、ここからワイドっていうボタンがあるからワイド押してみんね。はい、ワイド。あ、ちょっとワイドになるじゃん。ワイド、普通の 0.5 倍って書いてある。で、こうやって手で持つ感じにすると、こんな感じ。お、広い。これが普通に自撮りした感じ。片手で持っていつも通り。続いてワイド。ほら、広いじゃん。ワイドです。あ、インカメ縦は縦こう。これあれだな、多分。このアプリだといけないか。これはね、通常のカメラを起動してインカメにします。インカメです。右側のボタンを押すことによって、これでボタンを押すことによってこうです。どう？ここまで来てます。今ここまででしょ？これがほら、ここまで行く。本当に縦で撮るでしょ？これと一緒。こう縦向きにしてもこう横ボタンを押せばこんな感じで。うわ、これめっちゃいいわ。これやばくない？縦でも今まで通り撮れるし、横でも撮れます。で、こっちでもいけます。ほら、すごいよこれ。あとはさ、別のアプリが対応するかだよね。いいですね。ということでいかがでしたでしょうか？ iPhone 17 Pro。とにかく個人的に一番嬉しかったのがやっぱりインカメの広角化。縦でも横でも撮れるようになったのがかなり便利でした。あとは GPU 性能とかも 40% ぐらい上がってたので、ゲーム性能とかの比較がめちゃめちゃ楽しみ。そして外カメだったり Apple Log 2、ゲーム性能とかに関してはまた別の動画で詳しくレビューしていくので、iPhone 17 Pro のことを知りたいという方はぜひチャンネル登録お願いします。以上。